あんたみたいな地味な子が将様に選ばれるわけないじゃない。机には落書きが溢れ、水をぶっかけられ、歌詞ノートは切り刻まれました。愛は心臓が口から飛び出しそうなほどの衝撃に襲われました。超満員のライブ会場は、地鳴りのような歓声と鮮やかなサイリウムの光に包まれていました。客席の片隅で身を縮めていた愛の耳に、聞き慣れたけれどこれまでにないほど力強いイントロが響きます。そしていよいよ、歌が始まります。騒がしい学校の中で、高橋愛は静かにそこにいました。あでやかな黒髪、彼女の白い肌をより強調し、伏せられた長いまつげは、彼女が周囲との間に引いた境界線を象徴しているかのようでした。周りからは、ただの静かな女子高生と思われていました。しかし、その静寂を保つ胸の奥には、濁流のように渦巻く言葉の数々が秘められていました。彼女には、秘密があります。学校が終わり、自室のデスクに向かうとき、愛は地味な高校生から、一人の作詞家へと変貌を遂げるのです。彼女は日々の生活で感じる言いようのない葛藤、胸を締め付けられるような憧れる歌手への思いを一編の詩へと昇華させていきます。書き上げた言葉は AI 歌唱アプリの無機質ながらも透き通った歌声に乗せられ、動画投稿サイトの一角にひっそりとアップロードされます。しかし、現実は非常でした。心血を注いだ作品の再生数はいつも2桁止まり、デジタルの覚えなばらに投げられた彼女の叫びは、巨大な津波に飲み込まれていくようでした。また届かなかった。私のポエムは最初からこの部屋の中にしか存在していないのかな。それでも彼女が書くことをやめないのは、自分の歌詞が有名になり、認められた上で憧れの人に気づいて欲しかったからです。愛にとって夜の自室だけが唯一の解放区でした。モニターの青白い光に照らされながら、彼女は一音一音に感情を乗せていきます。誰からも評価されず、誰の目にも止まらない、そんな虚無感に押しつぶされそうになりながらも、彼女は愛というハンドルネームで投稿を続けました。この一瞬の痛みをなかったことにはしたくない。彼女の歌詞は、身を削るような孤独から生まれた結晶でした。愛が教室で唯一、言葉を交わす相手がヒロエでした。きつい性格のヒロエは愛にとって恐怖の対象でした。実は数日前、愛はヒロエに歌詞ノートを見られてしまい、創作活動がバレてしまいました。ねえ、また変なポエム書いてるの？彼女は愛が大切に抱えている歌詞ノートを、まるでお仏でも見るかのような目で見つめます。あんたの趣味って本当に暗いよね。もっとキラキラした翔様みたいな曲を聴きなよ。あんたみたいな地味な子がそんなことして何になるの？ヒロエの鋭い言葉がナイフのように愛の心を削り取ります。翔は今大人気絶頂の人気ロック歌手。ヒロエはその熱狂的な信者であり、翔の音楽を語る自分を誇示することで愛の上に立とうとしていました。翔の曲が流れるたび、ヒロエは陶酔した表情でその魅力を語り、対照的な存在として愛を卑下します。ヒロエにとって愛は、自分の方が翔様が好きという優越感を確認するための鏡に過ぎなかったのです。ごめん。愛が言えるのは、いつもその一言だけでした。傷ついた心を隠し、ただ黙ってノートを閉じる、言い返す勇気など、今の彼女には微塵もありません。ヒロエの派手な笑い声が教室に響くたび、愛の心は深く沈み込みました。しかし、その閉ざされたノートの中には、ヒロエが決して触れることのできない、深遠で美しい孤独の中の光が、確かに灯り続けていたのです。愛は、ヒロエに合わせるために、自分の世界を消し去るような振る舞いを強いられていました。翔様、そうだよね。休み時間。ヒロエが翔への熱狂を語る裏で抱える孤独や飢えを、愛は敏感に察していました。しかし、それを指摘できず、ただ、いつか自分の言葉が翔に届き、
この厚い壁を突き破る日が来ることを心のどこかで願わずにはいられませんでした。静寂が包む夜、愛は一人机に向かいました。ヒロエから浴びせられた無意味という嘲笑を振り払うように、震える手で一点の詩、デスティニーを綴ります。誰に届かなくとも、心の檻を吐き出し、憧れのあなたへの思いで白紙を埋めることだけが、今の彼女のすべてでした。彼女はその歌詞を AI の歌声に乗せ、祈るような心地で動画投稿サイトへアップロードしました。投稿から数時間が経ち、眠りにつこうとした瞬間、枕元のスマートフォンが鋭く、短い通知音を奏でました。また、アンチコメントかな。画面をスワイプした愛の指が、次の瞬間、凍りつきました。ダイレクトメッセージの通知欄に表示されていたのは、彼女が心の底から敬愛し、ヒロエが狂信的に追いかけているカリスマロック歌手。ショーの公式アカウントでした。どうやって見つけてくれたの？震える指でメッセージを開くと、そこには簡潔ながらも熱を帯びた言葉が綴られていました。はじめまして、ショーです。偶然なんだけど、あなたの動画を見つけて感動した。この歌詞、今の俺に刺さりすぎた。言葉の裏側に本物の孤独とそれを突き破ろうとする光が見える。ぜひ一度コンタクトを取りたい。返信を待っている。愛は心臓が口から飛び出しそうなほどの衝撃に襲われました。画面が涙で歪んで見えます。2桁の再生数、誰にも顧みられない砂漠のような日々。しかし、その砂漠の中に世界で一番会いたいと思っていた人が自分を見つけに来てくれたのです。人気絶頂のショーは音楽業界の欺瞞や華やかさの中で自らの表現に飢えていました。そんな彼の乾いた魂を名もなき女子高生が紡いだ孤独の中の光という一筋の感性が強烈に射抜いたのでした。翌日、愛は教室でスマホを触り、笑顔でショーからの DM を見ていました。急に後ろからヒロエが現れ、何見てるの？と声をかけられました。ヒロエがショーからの DM 画面を見た瞬間、顔から余裕の笑みが消え、醜い嫉妬の色がべっとりと張り付きました。あ、嘘でしょ？ヒロエの金髪が激しく揺れます。彼女にとってショーは選ばれた自分が熱狂する対象であり、愛のような地味な人間が近づける存在であってはならなかったのです。ヒロエは愛のスマートフォンを奪い取り、激しい怒りとともに愛の机に叩きつけました。信じない。何かの間違いに決まってる。あんたみたいな地味な子がショー様に選ばれるわけないじゃない。ショー様がこんな暗いポエムを書く女を相手にするはずがないのよ。ヒロエの罵声が教室に響き渡りました。周囲の生徒たちが何事かと視線を送ります。愛は肩をすくめ、震える手でスマートフォンを抱きしめました。いつもならここでごめんと言って引き下がるところです。しかし、この日の愛は違いました。昨夜、ショーと交わした数通のやりとり、彼は愛の言葉の一つ一つを美しいと言ってくれました。君にしか書けない歌があると、暗闇の中にいた彼女を肯定してくれた。そのぬくもりが彼女の胸の奥で、小さな消えない火となって灯っていたのです。間違いじゃないよ。私、翔さんに私の言葉を届けたい。届けなきゃいけないんだと思う。愛の声はいつもより動き立った。けれど、そこには明確な意志が宿っていました。ヒロエの嘲笑も突き刺さるような嫉妬の視線も、今の愛を止めることはできませんでした。一通のメッセージが、地味な女子高生の皮を剥ぎ、一人の作詞家としての魂を呼び覚まそうとしていたのです。
ショーとの共同制作が水面下で進み、愛のスマートフォンに彼からの熱いフィードバックが届くたび、愛の瞳にはかつてない生命力が宿るようになりました。すまない。今海外で打ち合わせをしている。チケットを送るから東京で開催する1週間後のライブに来てくれ。曲作りは間に合わせる。愛の輝きは、愛を支配下に置くことで自尊心を保ってきたヒロエにとって耐え難い裏切りでしかありませんでした。ヒロエの悪意はもはや冷ややかな視線の域を超え、苛烈を極めるいじめへと変貌を遂げていきます。ある日、愛が大切に抱えていた歌詞ノートがヒロエの乱暴な手によって奪い取られました。返して、ヒロエ。それは私にとって命より大切なものなの。愛が必死に手を伸ばしますが、ヒロエはそれを嘲笑うように高く掲げ、教室の教卓の上に立ち上がりました。みんな聞いて、この暗い女がおかしなポエムを書いてるよ。その妄想全開のポエム、私が代わりに読んであげるわね。ヒロエは、愛が夜を徹して紡いだ孤独の叫びや、ショーへの敬愛を込めたみずみずしいフレーズを、わざと抑揚をつけた滑稽な声で読み上げました。教室に冷ややかな笑いと、好奇の視線が満ちていきます。キモい、こっちが恥ずかしくなる、というささやきが愛の耳に泥のように流れ込んできました。さらにヒロエは、愛がショーに媚びを売って枕営業まがいのことをして取り入った。という事実無根の抽象を浴びせました。机には落書きがあふれ、水をぶっかけられ、歌詞ノートは切り刻まれました。精神的に崖っぷちまで追い詰められた愛でしたが、彼女の指先は震えながらも、最後の一行を書き上げました。ショーから届いた。君の言葉には何万人もの孤独を救う力がある。俺は君の言葉を信じている。という短いメッセージだけが、彼女をこの世界につなぎ止める唯一の命綱でした。愛は、ボロボロになった心を引きずりながら、彼が自分の魂を歌う運命のライブ会場へと足を運んだのです。超満員のライブ会場は、地鳴りのような歓声と鮮やかなサイリウムの光に包まれていました。客席の片隅で身を縮めていた愛の耳に、聞き慣れたけれどこれまでにないほど力強いイントロが響きます。そしていよいよ、歌が始まります。ステージの中央、スポットライトを浴びたショーがマイクを握りしめて話しました。ラスト1曲。俺はこの曲に出会って音楽をやる本当の意味を見つけた。この歌詞を書いた世界で一番孤独で世界で一番美しい才能に捧げます。デスティニー。愛が綴った言葉は、ショーの圧倒的な声量と熱量に乗って会場の空気を震わせました。それは、
地味な女子高生の部屋で生まれた小さな死が1万人の魂を揺さぶる巨大な旋律へと羽ばたいた瞬間でした。愛の方をとめどなく涙が伝え落ちます。ヒロエにさらされた惨めさも孤独だった日々も全てがこの音楽の中で浄化されていくようでした。この詩が俺の死んでいた魂を呼び覚ましてくれた。今度は俺の全てをかけて君を一生守り抜くと誓うよ。この曲の作詞家も応援してあげてください。みんなお願いします。運命に導かれた2人の鼓動は冷たい夜の静寂を震わせ共鳴し合います。それは孤独だった少女の言霊が一人の表現者を救い真実の愛へと昇華した瞬間でした。終演後、愛はショーから事前に送られていたバックステージパスを握りしめ、関係者入り口へと向かいました。警備員に案内され、たどり着いた控え室のドア、ノックをする手が震えます。どうぞ。という低い、けれど温かい声に導かれ、彼女は一歩踏み出しました。そこには、ステージの汗を拭い、興奮の余韻をまとったショーがいました。彼は愛を見るなり、目を見開いて立ち上がりました。来てくれてありがとう。愛はうつむいたまま、絞り出すような声で答えました。はい。学校では目立たなくて、クラスメートにも笑われている。ただの地味な高校生です。でも、あの歌詞を書いたのは、私です。昭和数歩歩み寄ると、彼女の細い肩を優しく、壊さないような強さで抱きしめました。君が誰であろうと関係ない。君の言葉が俺を救ってくれたんだ。やっと会えたね、俺の光。その瞬間、愛の中の地味な女子高生としての檻は完全に崩れ去りました。彼女は一人の表現者として、そしてショーの運命のパートナーとして、新たな世界への扉を開いたのです。ライブの夜を境に、愛の人生は劇的な転換を迎えました。ショーは迷うことなく彼女を自身の専属作詞家として正式に指名したのです。2人が共同で制作した楽曲は、デジタル配信が開始されるや否や瞬く間にチャートを駆け上がり、社会現象を巻き起こすほどの大ヒットを記録しました。愛の紡ぐ孤独の中の光という一貫したテーマは、現代を生きる多くの人々の乾いた心に深く浸透し、彼女は正体不明の天才作詞家として一躍時の人となりました。一方、ショーもまた、愛の言葉という翼を得たことで、その才能を完全に開花させました。彼は念願だった世界デビューを果たし、インディーズ時代のライブハウスから世界の頂点へと駆け上がっていきます。かつて、愛の歌詞を読み上げてバカにしてたヒロエは、歌詞ノートで見た愛の歌詞をライブで聞き、もはや言葉を失っていました。そして、ヒロエの言うことなど誰も信じないようになりました。学校の廊下ですれ違っても、ヒロエはかつてのように愛を嘲笑うことは愚か、その直視できないほどの輝きに目をそらすことしかできません。彼女が嘲笑していた愛の歌詞ノートは、今や世界を揺らす旋律の源泉となっていたのです。ヒロエは一人、かつて自分が踏みにじった才能が手の届かない高みで美しく咲き誇るのを、ただ呆然と眺めることしかできませんでした。輝く未来、季節が巡り、愛は高校を卒業しました。卒業式の帰り道、校門の前には一台の車が彼女を待っていました。運転席から現れたのは、今や国民的スターとなったショーでした。ショーは愛を優しく迎え入れ、彼女をライブの準備が進むリハーサルスタジオへと連れて行きます。二人は今や最高の仕事のパートナーであるだけでなく、互いの魂を分かち合う恋人として深く寄り添うようになっていました。
昭和多くのファンの前で堂々と立ち、愛が自分に送ってくれた愛の言葉を全身全霊で歌い続けます。その傍らで愛は常に新しいノートを開き、ショーの歌声に、そして彼と共に歩む未来にふさわしい新しい歌詞を綴り続けています。ねえ、ショー、私、今でもたまに思い出すの。あの再生数2桁だった夜のことを。スタジオの屋上で夜風に吹かれながら、愛がぽつりとつぶやきました。ショーは愛の肩を引き寄せ、彼女の黒髪を愛おしそうに撫でました。俺は愛の動画の歌を全部聞いた。君の歌詞が俺を暗闇から救い出してくれたんだ。かつて地味で孤独な女子高生として自身の感性を否定され、いじめに泣いていた愛。しかし彼女が暗闇の中で灯し続けた言葉という光は、最高の人との出会いを引き寄せ、彼女自身を救い、そして何百万人もの心を救う大きな輝きへと成長しました。二人はこれからも交差する旋律と思いを重ねながら、新しい家族のような強い絆を胸に輝く未来へと歩み続けていくのです。愛の歌詞ノートには、新しい一歩を刻む言葉が力強く記されていました。孤独を超えて出会えたこの場所で、私たちの歌は永遠に続いていく。物語は二人の愛が奏でる新しい旋律とともに希望に満ちた幕を閉じるのでした。あなたの隣で綴る夢、震えるペンは独り言、灰色の夜に溺れながら、心の拍手をあなたで埋める。私の体温を歌声に乗せて、溶け合うような二人になりたい。壊れるほどに響く独白、祈りを空に橋を架けて Still I'm calling you、 この声はあなたを求め、 Let me be your song、 会えない時間が愛を暴く。 I will stay by your side、 影さえも重ねたいから Beyond the distance、 定めの果てで抱きしめて。父の情熱を非効率と切り捨て資産を奪ったピース。父が桜のために調整し続けた世界に一つだけの古いコントローラー。ついに幕を開けるサウジアラビア大会。桜は優勝できるのか。仮面を脱ぎ捨て光の中へ、チェイス数えきれ